住宅街に連日現れるこの行列、店の前で待つお客さんのお目当てはビリヤニです。ビリヤニです。ビリヤニです。そう、世界三大炊き込みご飯と称されるビリヤニ。今年1月、クックパッドが今年の食トレンド予測を発表してビリヤニが選出されました。コメントには近年は料理に香りを求める傾向が強まっているですとか、香りで見せる新たな食文化が花開くと紹介があるんです。そして去年、セブンイレブンでは有名店監修のビリヤニが登場。さらにカルディ、コーヒーファームでは炊飯器で簡単に作れるビリヤニキットを販売中なんです。今とっても人気なんですよ。ビリヤニとは一体どんなものなのか、そしてお客さんを魅了する理由はどこにあるのか、解き明かしてまいります。場所は札幌パークホテルのすぐ近くです。地下鉄中島公園駅から歩いて4分ほどのところにやってきました。世界三大炊き込みご飯というワードが出てきましたが、一つが松茸ご飯、そしてもう一つがスペインのパエリアと言われています。そこに肩を並べるビリヤニの専門店、大人気のお店があるんです。それがこちらのクミンさんです。さあ、ビリヤニどんなお料理なんでしょうか。早速中にお邪魔しましょう。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あら、素敵。入ってスパイスの香りが広がります。異国情緒あふれる空間。この飾ってあるものは店主がインドで実際に仕入れてきたものも多いんですって。その店主に詳しくお話を伺っていきますよ。奥山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気になるビリヤニを一つお願いします。はい、ご用意します。ちなみに福永さんはビリヤニって食べたことありますか？ビリヤニはありますね。はい。多分ありますか？買ってきたものを食べ、自分で作ったことはもちろんないですけど。なかなか自分では難しいですもんね。そしてお店で食べる特別感というのもあると思います。香りがやっぱりいいんですよね。このビリヤニ、これはどういったビリヤニになるんですか？はい、一番定番、チキンのビリヤニというチキンビリヤニになります。チキンビリヤニ、これは現地でもかなり定番ということなんですが、はい、そうですね。すごくそもそも初歩的な質問なんですけれども、ビリヤニっていうのはどういうお料理なんですか？インドとかパキスタン、その辺の周辺国でよく食べられる家庭料理、バスマティライスっていう細長いお米を、よく使うんですけれども、それとスパイス、お肉などを一緒に炊き上げた炊き込み料理になります。初めて聞くバスマティライスというのが出てきたんですけれど、かなり細長いお米なんですね。そうですね。はい。こちらのお店でもインドから仕入れてはい。使ってらっしゃる、っていうことなんですもんね。このお米を使ってじゃあビリヤニをどうやって作っていくのかというのを説明してまいります。はい。お米をですね、まずは炊くんじゃないんですよ。実は塩とスパイスの入った水で茹でていくんです。パスタのようなイメージということなんですって。そこからスパイス、お肉と一緒に炊き上げることで香り高く仕上がるということなんですよね。その味の決め手となっていくのがこちらにありますスパイスなんですが、奥山さん何を使ってらっしゃるんですか？はい、うちではだいたい13種類ぐらいのスパイスご用意してます。中でも、クローブ、それから八角、スターニスですね、それから、フェンネルとかこういったものを、多用して香り高く仕上げております。そう、このスパイスこそが人気のポイント。この香りというのを楽しむというのがビリヤニの人気のポイントの一つ目なんですよね。では早速いただこうと私したんですけれども、奥山さん、これどうやって食べましょう？はい、おすすめの食べ方です。まずご飯入った器だけですね、外に出していただく。これを外に出すと、はい、お皿のスペース空きますので、そちらにご飯好きな分だけ出して、まずはそのまま食べてみていただく。なるほど、この空いたスペースにご飯を入れていくわけですね。はい、そうです。こうやって食べるものなんですね。またね、お店によってもちろん違いはあるとは思うんですけれども、これを入れていって、なるほど。で、まずはね、いろいろ並んでるのも気になりますけど、まずはこのビリヤニがどんなものなのか早速
味をはい確かめていきますよ。本当に細長いですね。ねいただきますお米がだから別にこれカレー味とかってことじゃないんだもんね、はいスパイスが効いてるってことだよね。 13種類ほど入ってるって言ってましたね。でもカレーピラフにちょっと近いかもしれああなるほど。ないです。あじゃあ食べやすいのかたもしれない。だ炊き込みご飯とご紹介しましたが、非常にパラパラしてるんですよね。それが多分バスマティライスの特徴だと思うんですけど、このパラパラしたお米と、あとチキンがホロホロとしていて、まず食感が楽しい。そしてなんといってもやっぱり香りがすごい。スパイスたくさん使っていて、もしかしたら辛いのかななんて思いましたけど、香りなんですよね。辛さというよりも香りを楽しむ食べ物だなって、そんな風に思いました。いや、これビリヤニ美味しいですね。そして気になるのが周りをこうぐるっと取り囲むものなんですけど、こちらは何でしょう。なんだろう。はい、うちでは3種類ソース用意してます。はいヨーグルトを使ったライタという、ソース、それからナッツと、お肉を使ったグレービーソース、そしてこちらは、トマトを使ったラッサムというスープになりますね。これはスープなんですね。はい、でもこのスープもかけて楽しむこともできる。すべて、かけたり混ぜたりできます。そうなんです。この3種類のスープ、そしてソースの他にもですね、キャベツを使った副菜ですとかパクチー、玉ねぎなども添えてありますので、お好みでこういろいろ混ぜて楽しむことができるというのがこのビリヤニの楽しいところなんですよね。ではこのチキンビリヤニに合うソースでいうと何でしょう。ぜひグレービーソース、かけてみてください。この真ん中のグレービーソースですね。ではこちらをかけてみましょうか。あ、結構とろっとしてますよ。ではこれをかけて、かけてもうちょっとずつこう味変ができるってことそうですね。いろんな楽しみ方ができそうですね。まろやかになりました。またこれも美味しいですね。ナッツの風味がすごく香ります。スパイスの味ももちろん生きてるんですけれど、ナッツのコクがすごくいいですね。こういったまさに味変が楽しめるというのもビリヤニの人気のポイントの一つなんでは奥山ないでしょうさか。ん、例えばその3つのソースがこう混じっちゃっても大丈夫なんですか。はい、最後にはぐちゃぐちゃぐちゃっと混ざりますけれども、全然いろいろ楽しめるので試してみてほしいなというものです。これは。この混ぜていろいろ楽しめるっていうのもそうですね、楽しみの一つですよね。さあ、チキンビリヤニ定番のものをご紹介しましたが、実は期間限定のメニューというのもあるんです。この後お伝えします。今人気上昇中のビリヤニの専門店クミンさんにお邪魔しています。ここでちょっと豆知識なんですけれども、このビリヤニというのはですね、16世紀のムガール帝国の頃、日本でいうと安土桃山時代、織田信長の頃からあるということなんですよね。そのチキンビリヤニ定番としてご紹介しましたが、もう一つの定番というのがこちら、マトンのビリヤニなんですって。インドではこのチキンとマトンのビリヤニが定番ということで、先ほどいただいたんですが、チキンはまたほろっと崩れる食感が良かったんですけれど、マトンは独特のこの癖がちゃんと残っていて、そして食べ応え、噛み応えがあるので、またねこれも美味しかったんですよね。スパイスとよく合いますよ。さあ、そのマトンビリヤニの他に期間限定もご紹介しましょう。3月の限定メニューが奥山さん、何でしょう。はい、3月の限定メニュー、ホタルイカのビリヤニになっております。ありがとうございます。お肉2つ続けてきましたけれども、ここでホタルイカの登場です。これはムガール帝国にはなかったでしょ、ホタルイカ。おそらく。味のイメージとしては、イカ飯、スパイスイカ飯みたいな感じで考えていただけると分かりやすいかなと思います。なるほど、ちょっと想像つきますね。道民でも親しみがあるような気がしてきますよね。では私食べ方覚えましたよ。この器を一旦どけまして、ここに入れていくんですもんね。はい、これで移して食べていくということなんですけれど、いろいろねソースもご用意いただいてたんですけれど、このホタルイカ、きっとムガール帝国にはなかったことでしょう。これをそのままちょっと食べてみたいと思いますよ。どんな味になってるんでしょうね。お肉と合うのはすごく分かったんですが、いただきます。これはかなりスパイスも効いてるわけですよね。どんな味わいになってるのか。確かにイカ飯、イカの主張が結構強いんですけど、そこにスパイスの香りが負けないんですよね。結構もしかしたら喧嘩しちゃうのかななんて思ったんですけれど、非常にバランスがいいです。
これもまた美味しいですね。そして3月の限定メニューホタルイカでしたけれど、ちなみに来月とかってもう決まってるんですか？はい、来月は一応あんこう、あんこうの予定です。なるほど。魚介で続いてますけど、その魚以外ももちろんあるんですよね。そうですね。北海道の旬をできるだけ意識してますので、5月だったら例えばアスパラとかそういう形でいろいろ時期変えて楽しんでいただこうと思ってます。いろんな具材が楽しめるんです。このビリヤニの専門店非常に人気なので予約をしておいた方がいいと思います。明日は午後5時半からの営業スタートですよ。ぜひ訪れてみてください。もうだってこのビリヤニっていうね料理の専門店ができるくらいですから、はい、もう今注目だってことですもんね。そうです。ソースもたくさんありますから、味変ならぬ香り変っていうのもね楽しめるのがまたいいですよね。ちょっとインド風イカ飯も食べてみたいですけどね。気になります。まずだからちょっと食べてみないとわからないっていうのはね、そんな新しい料理ですよね。はい、ビリヤニ皆さんいかがでしょうか。